はい、こんにちは。G 検定対策チャンネルの早田です。今回は29回目の講義ということで、深層学習の3つ目、現実世界への応用についてやっていきましょう。というわけで、今回の内容はこんな感じになっていきます。まず最初に、シミュレーションと現実のギャップという話をしていって、その後ですね、強化学習を効率化する工夫だったりとか、あとは世界モデルっていう概念とか、今ですね、深層強化学習ってやってると思うんですけども、その次にですね、生成 AI という概念が出てきますので、そこへの橋渡しというテーマでお話ししていければと思います。これまでね、何を学んでいたかっていうと、強化学習シリーズということで、まず最初の方で基本概念とマルコフ決定過程ってね、皆さん覚えてますかね？結構前にやったんでもう忘れてよって方もいるかもしれないんですけども、こういう強化学習の基礎みたいなことをやってきました。その後に旧学習と工作勾配法。さらにその後には今回のシリーズにもなってますけども、深層強化学習ということで、1、2とやってきて、今日が3回目ということになります。で今回学んでいきたいのは何かっていうと、ゲーム画面とか仮想環境の中では人間を超えるところまで来ましたと。前回もね、結構お伝えしたと思うんですけども、特定の何かのゲームであれば人間を超えられるようになったよって話をしましたよね。ただですね、じゃあそれを現実のロボットとか機械でも動かせるのかっていうのが今回のトピックになります。要は現実世界にそれ応用できるんですかって話ですね。っていうのもですね、やっぱりシミュレーションでは強くても現実ではそのまま動かないっていうことが多々あります。っていうこともあって今回ですね、このシミュレーションと現実のギャップだとか、あと強化学習を効率化する工夫だとか、その他の概念について紹介していきます。そもそもですね、なんでこのシミュレーションで学ぶのかっていうのがまず議論としてあると思うんですよね。っていうのも、現実とあまりにギャップがあるなら、そのシミュレーションってやらなくていいんじゃないですかっていうね、そういう話にもなると思うんですよ。っていう時にこれなんでね、シミュレーションで学ぶのかって話なんですけども、現実のロボットで試行錯誤を繰り返すのは、時間もコストも危険も大きいってことなんですよね。やっぱり現実世界でこのロボットでね、試していこうとすると、時間はかかりますと。しかもコストもかかります。例えばね、これロボット壊れちゃったら、またロボット買わないといけないですよね。ですし、期限も多いです。っていう時に、シミュレーションの世界であれば、すぐにね、試行錯誤することができますし、それに時間はあまりかからないです。しかもコストも電気と、あとパソコン代とか、そういうところで済みますので、コストも圧倒的に下げられるっていうところがあるので、やっぱりこのシミュレーションっていうのは、必要になってくるってことですね。っていう時に、シムトゥーリアルっていう概念があって、これ何かっていうと、シミュレーションで学んだ方策を現実のロボットへ移して使う考え方です。要はシミュレーションでやったことを現実にね、活かしていきたいなって話なんですけども、これですね、そのまま現実世界に移すと、性能が大きく落ちてしまうことが多いです。例えばなんですけど、ドローンの飛行みたいな話をするときに、やっぱりシミュレーションの世界だと、例えばですね、現実世界では何があるかっていうと、風があったりとか、その日の天候に左右されたりとか、そういう外部的な要因があるわけですよね。でもシミュレーションだと、毎回同じような条件でとか、あるいは、例えばちょっと風が強いよみたいな条件を付与したとしても、それでも天候に左右されたりとか、気温にもしかしたら左右されたりとか、あるいは何か想定していないね、鳥にぶつかっちゃうとか、そういう話があるわけですよね。なので、現実世界に移そうと思うと、やっぱり精度がどうしても落ちてしまうっていう問題があります。性能が落ちる原因としては、リアリティギャップと言いまして、シミュレーションと現実世界との間にあるズレがあったりとか、摩擦とか重さとか光の当たり方とかね、そういうものでも結構ギャップが生まれてしまいます。だから、このシミュレーションで強いだけでは、現実では通用しないことがあるっていうことなんですね。っていう時にギャップを埋める工夫があります。でそれ何かっていうと、一つ目がドメインランダマイゼーションというものです。これ何かっていうと、シミュレーション側の設定、物体の大きさなり、摩擦なり、色なり、光などですね。このあたりをわざとランダムに変えるという方法です。そうすることによって、現実っぽくしようよってアプローチですね。多様な条件で学習しておくと、現実でもうまく動きやすくなります。要はこれ、多様なバリエーションの中で学習させて、現実のズレもその範囲の一つとして吸収させるってことなんですよね。このシミュレーションの中で100パターン、1000パターンと学習しておけば、その100パターン、1000パターンの中に現実で発生したものが、もしかしたらマッチするかもしれないですよね。だからその学習したうちの一つとして認識させるっていうのが、このドメインランダマイゼーションでやりたいことです。簡単に言うと、いろんな環境で練習しておけば、本番で多少違っても動じないよってことですね。でこれですね、オープン AI が5本指ロボットでルービックキューブを解いた研究でも活用されています。二つ目が残作強化学習というもので、すでにある制御に学習した補正を足す形で学習するという方法です。イメージとしてはこんな感じですね。既存の制御があって、強化学習が補正を学びますと。このデルタ U ってね、書いてありますけども、足りない部分だけ小さく補正していきます。最終的にこの足し算して最終動作にしてあげるってことですね。まず基本の動作があって、その後ね、補正として学習したデルタ U があって、最終動作になっていくと。そうすることで、より良い動きにしていくっていうアプローチですね。このように残作強化学習では、ゼロから全部を学習するよりも、必要な分だけ補正を学べばいいので、効率が良くなります。既存の仕組みにね、上乗せするっていう発想なんで、学習を少なく、そして安定させることができるということですね。そしてですね、この学習を効率化する3つの工夫っていうものがあって、それが状態表現学習、2つ目が報酬整形、3つ目がオフライン強化学習ですね。この3つあって、いずれも実世界で強化学習を成り立たせるための工夫になります。まず1つ目が状態表現学習で、生のセンサー値とかカメラ画像とか、そういったものから学習に役立つ状態の表し方を獲得します。例えばっていうことで、このようにですね、カメラ画像をたくさん用意しておきます。それを畳み込みニューラルネットワークを使ってエンコーダーで圧縮していって、要はこれ画像から必要な特徴を抽出していくわけですね。その後に少数の状態ベクトルに変換してあげて、最後に学習
習や制御に使っていくと。要するにこれ画像をそのまま覚えるっていう感じではなくて、大事な要点だけを抜き出すっていう考え方なんですね。っていうのも、現実の入力は次元が高すぎるんですよ。例えばね、この画像とかも1026とかね、2048とかいろんな画素がありますけども、ってなった時に、やっぱりね、それがじゃあ何枚、何十枚、何百枚となってくると、入力が多すぎますと。なんで、この高次元の入力を低次元の有用な状態表現に圧縮してから学習していきたいっていうのが状態表現学習の言ってることですね。例えばですけど、この画像とか、このアームと物体の部分は大事だけど、この背景の部分ってあんまりいらなそうだなってわかりますか？そういうのは情報として落とした上で少数の状態ベクトルに変換していきたいわけです。なんでそうやって効率化していくのが状態表現学習ってことですね。そして2つ目が報酬整形っていうことで、これ何かっていうと、報酬の与え方を設計して学習を正しい方向へ導くっていう工夫になります。例えばね、報酬整形のイメージなんですけども、このロボットがゴールにね、たどり着くと報酬がもらえますと。ただこれ報酬もらえるのは最後だけなんですね。一方で報酬整形っていうのはね、何かっていうと、ゴールにね、近づけば近づくほど小さな報酬がもらえますと。最初ね、ここに行った時はプラス 0.1。そして次に進むと 0.2。その次に進むと 0.3。みたいな感じで、進めば進むほどご褒美が大きくなっていくっていうのが報酬整形です。そうすることによって学習が進めやすいということですね。ゴールした時にしか報酬が出ないとですね、道中にヒントがなくて、なかなか学習が進まないんですよね。っていう時に途中のいい行動にも小さな報酬を与えて学習を加速させるのが報酬整形のやりたいことです。例えばロボットがゴールに近づいた時点で少し報酬を与えるとか。これはですね、報酬の設計次第で学習のしやすさが大きく変わってきます。なんとなくイメージできると思うんですよね。道中の報酬の与え方を正しく設計できれば、かなり効率よく進みそうだなっていうのが、なんとなくイメージできますよね。そして3つ目がオフライン強化学習というもので、これ何かっていうと、環境と新しく対話せずに、すでに蓄積されたデータだけから方策を学習する。そんな方法になります。普通の強化学習って、このいわゆるオンライン強化学習っていうもので、まずエージェントが行動して、次の状態に遷移して、ここで報酬を受け取って、そこから方策を更新するっていう方法で学習していけますよね。一方で、オフライン強化学習っていうのは、過去の環境で環境部分をね、固定しておくってことです。ここから学習して方策を得ていきます。つまり、オンライン強化学習では環境とのやり取りがあります。オフライン強化学習ではこれがないです。そして学習材料も新しい経験から得るのに対して、オフライン強化学習では保存済みのデータを使っていきます。この特徴としては、オンライン強化学習は試行錯誤しやすいんですけども、オフライン強化学習は安全、なおかつ既存データを活用していきます。このオフライン強化学習って、こうやって話だけ聞いてると、何に使えるんですかって思う方もいると思います。この環境とのやり取りしないとか、新しい経験得られないことで何のメリットがあるんだろうって思いませんか？実はですね、メリットを感じられる場所っていうのがあって、それは何かっていうとですね、試行錯誤に危険とかコストが伴う現実のタスクで有効になります。例えば、医療の現場とか自動運転とかですね、こういったタスクで特に有効になるんですね。例えば、自動運転とかは、ある程度ね、先にデータ集めておいて、その中で学習していった方が、とりあえず危険とかはね、回避できそうだなって感じしますよね。っていうのも、じゃあ自動運転の車をね、行動させて、で、そこで環境でね、次の状態に進んで、報酬を得てっていう風にやるよりも、ある程度この環境に左右されずに、集めたデータの中で学習していった方が、危険とかコストとか伴わずに済むなっていうのが、なんとなくイメージできると思います。やっぱり自動運転でね、皆さんの走ってる街がありますよね。街なのか区なのか市なのかわかんないですけども、あるとして、そこでどうですか？自動運転の車大量に走ってたら、ちょっと怖いなと思いませんか？とか、ちょっとそのうち事故を起こしそうだなと思いませんか？事故を起こすとやっぱり危険が伴いますし、事故を起こすってことは、その車ね、修理が必要だったりとか、あるいは使えなくなってしまって、新しく買い替えたりとか、っていうのが必要になりますので、やっぱりコストもかかりますよね。なので、そういったですね、試行錯誤に危険とかコストが伴う現実では、オフライン強化学習っていうのが有効になります。ここでですね、強化学習の2つの立場っていうのを紹介していければと思っていて、それが何かっていうと、1つ目がモデルフリー、2つ目がモデルベースです。モデルフリーっていうのは、環境の仕組みは学ばずに、行動の価値だけを手がかりに学習する、そんな方法になります。これ言うなればこれまで学んできた DQN なんですね。一方でモデルベースっていうのは何かっていうと、環境そのもののモデルを学んで、それを使って予測しながら学習するっていう方法になります。つまりモデルフリーは経験だけで学び、モデルベースは環境の地図を作ってから動くっていうイメージですね。モデルフリーだとこのエージェントが行動して、それで環境に移りますと。そこから観測することで状態を得るみたいな流れになるわけなんですけども、モデルベースだと、まずモデルがね、環境モデルっていうものを参照しますと。その中で先に予測してから動くっていう流れになっていきます。つまり、いきなり行動するんじゃなくて、ある程度予測してから行動するってことですね。っていうので、強化学習に2つの立場があるんですけども、それぞれですね、ちょっと考えたいことがあって、それ何かっていうと、現実で試す回数をもっと減らせないかっていうことなんですよね。っていうのもここまで、シミュレーションと現実世界みたいな話をしてきて、やっぱりね、そのシミュレーションなんでやるのかみたいな話をしていって、それは何だったかっていうと、現実世界でね、やるにはコストもかかりますし、時間もかかると。そういう問題があって、できるだけその現実で試す回数を減らしていきたいんですよね。一方で、そのシミュレーションで精度もしっかり上げていきたいっていう課題がありますと。その時にこの環境そのもののモデルを学べば、頭の中で予測しながら試せるはずっていう考え方が出てくるわけですね。そこで登場するのが世界モデルというものになります。世界モデルとは何かっていうと、環境のモデルを学習して、その中で頭の中のシミュレーションを回して方策
策を探すっていう考え方です。なんでイメージとしてはこんな感じで、まず最初に現実の経験を集めますと。エージェントが行動して、で、現実の環境があって、それを観測して報酬を得て、っていうので現実の経験を集めます。その後に世界モデルを学ぶっていうことで、インプットとしては、この現在の状態だとか、あと行動ですね。っていうのを入れていきますと。そうすることで次の状態とか、あと報酬の見込みですね。これらを予測していきます。では、この予測をもとに、右へ行ったり、左行ったり、ないしジャンプしたりとか、そういったことを頭の中で考える。で、良さそうな行動を現実で実行する。っていう時に使うのが、この世界モデルっていうものになります。簡単に言えば、現実で試す前に、学んだ世界の中で想像して練習してみるってことですね。僕ら人間も、いきなり試すよりもね、一旦頭で考えてみて、これで大丈夫そうかなとか、何か問題あるかなとか考えたりしますよね。皆さん仕事する時もそうだと思うんですよ。何かいきなり行動に移すっていうよりかは、一旦ね、計画を立てたりとか、あるいはリサーチしたりとか、そういった前準備を頭の中で考えたり、ないしドキュメントに起こしたりしながら、その後に良さそうな行動を現実で実行していきますよね。っていうのと発想としては近いです。この世界モデルのメリットとしては、頭の中のシミュレーションで練習できるので、現実で試行錯誤する回数を減らすことができます。これがですね、実世界で少ない試行錯誤で学ぶための有望なアプローチの一つになっているわけですね。さらにですね、これに付随して、モデルフリーとモデルベースを組み合わせる研究も進んでいたりします。というわけで、ここまで強化学習の話をしてきたんですけども、ここまで話したのって、ロボットなどを実世界で使うための話だったんですよね。ただですね、実は強化学習っていうのは、今話題の生成 AI の調整にも使われています。その鍵になるのが RLHF という概念です。これはですね、英単語の頭文字を取って RLHF なんですけども、何かっていうと、人間のフィードバックを報酬にして方策を学習するっていう方法になります。皆さんですね、チャット GPT とか使っていて、この回答良かったですかとか、あるいは良くなかったですかとか、聞かれた経験ないですかないし、AI の回答のところでコピーするとか、あとは再生成するっていうボタンの他に、グッドマークとバッドマークとか、そういうところあったりしますよね。結局それがこの RLHF です。僕ら人間が AI を使って、で、その回答が良かったのか悪かったのか、もっとこういう風にした方がいいのかっていうのをフィードバックしますよね。てかチャット GPT とかクロードとかジェミニっていうのは、そういうフィードバックを得ながら作られているんですね、実は。今でもね、どんどんモデルが賢くなってると思うんですけども、その背景には我々が普段ね、AI を使っていて、その時のフィードバックをもとに、どんどん賢くなっているっていう背景があったりします。それがまさに RLHF なんですね。これね、どのように行われているかっていうと、我々人間がどちらの回答が好ましいかっていうのを選びます。チャット GPT でもね、回答1、回答2っていうのが出てきて、どっちがいいですかっていう風に答えさせられることあると思います。でまさにそれですよね。その好みを学習した報酬モデルっていうものを作っていきます。そして最後に報酬モデルが出す報酬を使って PPO で LLM を調整していきます。この PPO って覚えてますかね？前回か前々回か学んだ概念なんですけども、もし忘れてたらですね、ぜひ前回までの講義を復習してみてください。RLHF が強化学習として成り立つ理由なんですけども、この報酬モデルが報酬を供給する役割を担っているわけですね。つまり強化学習の枠組みがそのまま成り立つわけです。というわけで最近までの生成 AI もこの強化学習っていうのが使われていたんだっていうのがなんとなく理解していただけたんじゃないかなって思います。というわけで今回の講義のまとめに入っていければと思うんですけども、今回ですね、主にシミュレーションと現実のギャップっていう話をしていきました。その他にも学習を効率化する工夫だったりとか、あとは世界モデルとか RLHF っていう話をしていきました。そうすることで今までね、ロボットの強化学習っていうのを主に話してきましたけども、最近までのね、生成 AI も強化学習が使われていたんだっていうのもなんとなく理解していただけたんじゃないかなって思います。そしたらですね、最後になんとなく理解できているっていう状態をしっかり理解できているっていう状態に変えるために確認問題をやっていきましょう。まずは確認問題の一つ目なんですけども、シムトゥーリアルに関する記述として最も適切なものはどれでしょうかという問題です。なので、合っているものはどれでしょうかってことですね。それではですね、一旦動画を止めてこちらの問題考えていきましょう。はい。というわけで、こちらの問題分かったでしょうか？今回の正解はですね、こちらの B になります。リアリティギャップとは、シミュレーションと現実世界との間に生じるズレのことであり、シミュレーションで学習した方策の性能が現実で落ちる原因になるっていうことですね。今日の講義でも話しましたけども、やっぱりね、シミュレーションと現実世界にはギャップがあるんですよね。なので、シミュレーション通りにはなかなかうまくいかないっていうのが問題としてあるんでした。その他の選択肢は何かしらが間違っていますので、どこが間違っているのかっていうのはぜひ考えてみてください。そしたら2つ目なんですけども、強化学習を効率化する工夫に関する記述として、最も不適切なものはどれでしょうかという問題ですね。ですので、間違っているものを選んでみてください。そしたらですね、また一旦動画を止めて、こちら考えてみましょう。はい。というわけでこちらの問題分かったでしょうか？今回の正解はこちらの D になります。オフライン強化学習は環境とリアルタイムに対話し続けながら常に新しいデータを集めて学習する点が特徴であるというものですね。これはオフラインじゃなくてオンライン学習の記述ですね。なのでこちらが不正解ということになります。一方で A、B、C に関してはこちらは正しい内容になってますね。そしたら確認問題の3つ目ということで世界モデルと RLHF に関する記述として最も適切なものはどれでしょうかという問題です。なので合っているものを選んでみてください。それでは動画を止めてこちらもしっかり考えていきましょう。
はい。というわけでこちらの問題分かったでしょうか？今回の正解はこちらの B になります。世界モデルは環境のモデルを学習し、その中で予測を行いながら方策を探す考え方であるというものですね。この記述はね、しっかり合っているかなと思います。世界モデルは環境のモデルを学習して、その中で予測するということですね。要は一旦その頭の中で考えてから行動するみたいな話でした。他のものに関しては、どこか間違っている部分がありますので、ぜひですね、どこが間違っているのかっていうのは、今回の講義を復習しながら考えてみてください。そしたらですね、今回の講義はこれで以上になります。ここまで教科学習ちょっと難しかったかもしれないんですけども、何回か復習してみてですね、なんとなく理解できていれば大丈夫です。G 検定もね、教科学習だけが問われるわけではないですので、なんとなく理解できて、この確認問題もしっかり解けるようになって、あとはメールマガジンでも練習問題を配布してるんですけども、そういうのもしっかり解けるようになったら、この教科学習は良しとしましょう。あんまり一つのトピックを完璧にしようとしてしまうと、なかなか先に進めなくなってしまいますので、ある程度の理解で次に進むようにしてください。というわけで、今回の講義は以上になります。お疲れ様でした。最後に G 検定の一発合格を目指す皆さんにお知らせです。この度 G 検定対策チャンネル公式メルマガを用意しました。登録していただくと定期的に G 検定の演習問題がメールで届きます。それだけでなく G 検定で出題される用語をまとめたチェックリストも無料でプレゼントしています。G 検定の合格に役立つ特典、メール配信になっていますので、G 検定に一発合格したいという方はぜひ概要欄のフォームから登録しておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。